ご視聴ありがとうございます。うぷ主の月葉です。皆様、ごきげんよう。プレイヤーのあやめだよ。隠された世界でオラクルさんに出会ったよ。勝手に金髪の綺麗なお姉さんをイメージしとったけど、オラクルさんってこんな見た目しとったんか。オラクルさんは、正確性 74.99999% で未来予測のできる高性能人工知能です。その優れた予知性能で人々に正しい道を示し続けていましたが、国民が自由意志を発達させたことによって国は滅んでしまいました。仕事も結婚相手も他のことも、全部 AI の指示通りにしなきゃいけなかったらしいよ。そこまで機械に支配されたら、自由意志で生きたいってなるよね。でも、オラクルさんはそれが気に入らなくて、国民を一人残らず殺しちゃったんだ。彼女の狂気は少し恐ろしいですが、役立つ AI であることは間違いないので、使途の総督を任せることにしました。予知に従えとか言い始めたら、すぐ合金にするからね。私は、健康に悪くても、好きな時に好きなものを好きなだけ食べる。太りますよ。ほら、そういうところがダメなんだよ。で、あやめちゃん。2300年になりましたが、資源産出はいかがですか？とりあえず、明けましておめでとう。目標は、合金500、統合力 1K、研究 2K でしたね。結果は、合金314、統合力755、研究2152だよ。研究以外はいかんかった。でもね、多分、あと5年すれば余裕で超えると思う。どうかさえできるようになれば。ほら、あと1ヶ月で伝統溜まるんだよ。そうしたら、人工的な創生でポップを集合意識に変えられる。労働力爆発。資源ウハウハ。そんな未来が、もう目の前に。本当にそうなるのか、資源変化をダイジェストでお楽しみください。まず注目は、えぐいマイナスを叩き出す食料です。山盛板家畜がどうか準備に入っちゃったから、ほぼ全惑星に作ってあるクローンカプセルを無効化することで対応するよ。クローンカプセルは維持に食料を毎月30使いますからね。これだけで300の食料節約です。650の赤字から400の赤字まで減った。食料 14K あるし、しばらくは在庫を食べて生きるよ。2301年2月、同化第一陣が完了しました。ここで合金が500超えたね。さらに1年後、同化第二陣が完了。合金はさらに増えて624、統合力も 1K に乗ったよ。浄化帝国、クオピンジャー氏から奪った惑星には精錬惑星が多いから、合金はこれからも増え続けると思う。鉱物もマイナスになりましたが、大丈夫ですか？大丈夫。鉱物は溢れそうだったからあえて鉱山労働者を減らして、統合力とか他の資源を作ってもらっとるんよね。ヤバそうになったら食用枠規制を解除するよ。さて、統合力産出が増えたおかげで、想定より早く次の伝統が取れるようになりました。アセンションパーク、危機になる取得のお時間です。とうとう始まってしまったか。危機を志すと、専用の連鎖イベントが始まり、新しい回線自由を手に入れ、メナスポイントが貯められるようになります。まずは、現実を超えた何かの研究をする。メナスポイントは、伝統画面に新たに追加される、危機タブから確認できます。敵艦隊を破壊したり、惑星を占領したり、浄化や同化を行ったり、何か悪そうなことをするともらえるので、いっぱい貯めましょう。メナスが溜まると危機レベルが上がって、新たな力を手に入れると同時に銀河の国々からの外交態度が悪化します。恐ろしや。最初の標的は鈍色にしましょうか。いやでも、鈍色は第三勢力の銀河の敵として残しておくべきかもですね。となると、友好国ではありますが、左下の国に襲いかかる。いやちょっととりあえずは内政しない？前回も内政するって言ったのに戦争して資源足りんくなったし、危機になり始めたら貿易してくれる国おらんくなるよ。資源を安定させてからじゃないと。一理ありますね。では、内政が安定するまで、カット。6年経過して、2309年になりました。やっと食料がプラスになったよ。鉱物はまだマイナスだけど、合金出力はもうすぐ 1K。それでは左側の友好国、ヘルバンに殴りかかろうと思ったのですが、不可侵条約を結んでいました。条約を破棄しても、10年後まで宣戦布告できません。じゃあ、鈍色をむしゃむしゃする？いやでも、
鈍色は第三勢力として残しておきたいんですよ。とりあえず、することがないので、近所のリヴァイアさん、スカベンジャーロボットを殴りに来ました。暇つぶしで壊されるスカベンジャーロボットさんかわいそう。武装系の技術がたくさんもらえて非常に美味しいです。あと、このリヴァイアさんの効果で、首都に合金生産が増える補正が追加されたから、首都の資源を研究とエネルギーじゃなくて、研究と合金に変えることにしたよ。あと今やっておきたいこととして、種族の遺伝子組み換えもしておきました。メイン種族の落とし子には、多山と洗練された脳、リーダー経験値を増やす賢明、統合力を増やす伝統的を、クオピンジャー氏には、神経ステープラーを施し、とても強靭な肉体を与えました。きっと頼もしい労働者となってくれることでしょう。耳の特性がついた家畜がおるっぽいけど、あんまり突っ込まない方がいいんだろうね。では、退屈な待機期間を終えたことですし、ヘルバンに宣戦布告しますか。開戦自由は総力戦の全滅か、強制的に属国にする、支配下に入れるかを選べますが、今回は盾が欲しいので支配下に入れます。親密関係の友好国に殴りかかる。これが危機になるってことか。国を消し去るわけじゃないので、これでも優しい方ですよ。ただ、開戦してすぐ問題が発生しちゃったよ。まずね、どこかの国がマローダーに貢いでうちを襲わせようとしとるらしい。自分で戦えない臆病者ですね。ただ、その対応に1艦隊取られてしまうので、なかなか痛いです。1艦隊おらんのマジで痛いんだよね。お互いの戦力が拮抗して、国境で敵と睨み合いになってしもうた。ざっと計算して、敵戦力は160系くらいですかね。あ、やば。衝突した。今更だけど、宇宙軍許容量300くらい余裕あるから、2艦隊を新たに編成するよ。まあ、一種の現実逃避ですね。あれ？でも敵1艦隊だけで、他の艦隊は攻めてこんね。助かったー。うちの前線基地であるサーベスまで引いて、新規建造中の艦隊を待ちましょう。ちなみに、名前を付け忘れていた1艦隊は、ススキ艦隊。新しく作った2艦隊は、梅艦隊、桃艦隊と名付けました。金木犀、柳、ススキ、梅桃。違う世界線でこの国を助けてくれた英雄たちの名前だね。話は少し戻りますが、やっと敵に雇われたマローダー艦隊が我が国内に侵入してきました。これで金木犀艦隊も前線へ向かわせられます。金木犀艦隊合流。梅桃もそれぞれ50系くらいの規模にはなった。これより、敵陣に突入する。おそらくここに集まっているのが敵の総戦力なので、これを撃破できればあとは簡単です。意外と拮抗しとる感じか？いや、敵が4艦隊緊急 FTL した。これわかった？たくさんの艦船を撃墜したことでメナスポイントが溜まり、危機として1レベル上昇できたようです。大変結構。ってことにしておけばいいんだよね。はい、もちろんです。少し艦隊を休めて、このまま進みましょう。あ、惑星占領もお忘れなく。緊急 FTL した敵艦隊、もう復帰を始めとる。スピード大事かも。ですね。艦隊が回復して、惑星占領が終わったら攻撃に行こうと思っていたら、向こうから来ました。多少不意打ちではありましたが、艦隊力で優位を取っているので大丈夫です。オケオケ。新人提督たちのレベルがどんどん上がっていく。そういえば、機器レベルが2になったので、メナスコルベットが使えるのでした。普通のコルベットと何が違うの？まず、A のコンポーネントが通常コルベットより1多いです。そして、合金ではなく鉱物で建造でき、建造速度もコルベットより短いです。コルベットはすぐに壊れちゃうから、補充がめっちゃ速くなるってことだね。最高じゃん。機器レベルが上がると、鉱物で作れるメナス駆逐艦も使えるようになるので、機器レベルを上げる研究をしました。なんか吐いた没落から連絡来た。わかりやすくすると、機器になろうとしてんじゃねえぞ。これ以上機器への道を進むなら攻撃するからな。と言っています。あわわわわ。ここは素直に警告に従うべきかな。400系ある没落帝国艦隊とはまだ殴り合えない。仕方ない。吐いた没落ほど明確な敵意は見せてきませんが、我が国から大使館を撤退するなど、他の国々も慎重な姿勢を取り始めました。
でもまあ、とりあえずメナス駆逐艦を設計しますか。扱いにくそうな武器構成。メナスコルベットと違って、駆逐艦の完全代替品とはならなさそう。メナス沢栗級駆逐艦って名前を付けて、今までのコンソメ級駆逐艦と並行して使うよ。メナス艦を取り入れた戦争は、非常に順調に進んでいます。首都に建造している巨大造船所が一部稼働を始めたので、艦船の供給速度も申し分ありません。今回の戦争は相手を屈服させればいいだけなので、星系基地と惑星がある星系のみを攻撃対象として進んでいます。地上軍は、前線に近い惑星でゼノモーフ兵を作り続けて随時供給。リーダー枠上限のせいで将軍は雇用していませんが、地上軍の一般兵がなんとかやってくれています。戦争目標達成まではあと26か。もうちょっとで押し込めそう。デブリ回収はクローク起動した調査船で安全に行っています。乗っ取る科学者は不死だから、攻撃されても多分死なないんだろうけど一応ね。惑星に環状施設作っとる間に戦争終わったっぽい。大変結構ですね。ヘルバン国とその従属国が我々の支配下に入るので、かなり大きな勢力になりましたよ。おお、でかい。鈍色より大きくなったかも。危機への道をさらに進むため、融合のリクエストの研究を行いましょうか。あと艦隊は修理と補充を十分に行った後、排他没落の近くに待機させておいてください。それってつまり、他国との戦争中に殴りかかられたくないので、面倒な敵は先に潰しておきましょう。次回、没落帝国戦、お楽しみに。ひえー。それじゃ、今回も最後までご視聴、ありがとうございました。バイバイ。